チャットだけできるんだ。ごめん。寝てねえよって。寝てあんじゃねえのみたいな。やばいな。これから出てくるはず。見える？見えてる？あ、なんか下がってんじゃん。見える？おー。下がってんだけど、枚数がさ、ちょっとね、薄飽きないでね、どっちかっていうと。こんばんは、ケツさん。あ、やべ。テイさんからダイレクトメール来ちゃった。見えねえよっていうか、っていうのかな。出た。ないよ、YouTube。なんかスペース切ってるけど、出た。ごめん。ごめん。開始ボタン。何？配信ボタン押してなかったわ。配信ボタン押してなかった。ごめん。おー、結構来たか、これ。これ上手なあれだね。ウォータースライディングだね。やっぱりこっちのチャートの方が合うのか。本当か。いや、でも、11時に、悪い数字が出たら、これ、上に行くはずなんですよ。もしかしたらこのウォータースライディング2往復できるかもしれない。テイさん、皆さん見えてたの？見えてないよ。ごめん。こんばんは。こんばんは、ちびださん。おー、結構下行ったね。思った方がなんだ、もうちょっと信頼感指数出てないよ。なんでこんなのって。まあでもあれか、まあ予定通りは予定通りだな。ただ売るとこ間違えてんな俺。もうちょっと上だったと思ったんですけども、先生。このまとまったこの約定どうするんでしょう。解消してんのかなこれ。まあでもラージの枚数がちょっと少なすぎんなこれな。ミニ手動で下がってるから今皆さんを下に誘導している可能性が高いですね。 CTA が売れっつって。で、11時に買わせようとしてるね。買い戻し。バイデンとスライム to high unemployment. Certainly, inflation, it is a major concern for the White House. It's the main thing that Republicans are latching onto as they make their pitch to voters in November. And it really is. I've talked to Democrats, I've talked to Republicans who have been out there on the campaign trail. This is coming up for voters. It is a big, big issue. 政府がフェッドの利上げを後押しするっていう見出しが出てる。ブルームバーグで。ディフェンスだから後押し。
それ、政府がやっていいよっていうことだったら、ちょっと売られるね、それね。確かにそれ売られるな。They talk about those who still say falsely that the 2020 election was stolen. So expect to hear some of those elements when President Biden speaks in Philadelphia on Thursday. And expect to hear those from Democrats really across the spectrum to some degree. You're going to see a lot of Democrats kind of pointing at their Republicans. 指標が出る前でこんなに動いてるから、ちょっと怪しいかな。変になんか反発しそうですよね、これ。こんな感じがしますよね。YouTube の皆様、こんばんはということで、渡辺さんどうも、スノーマンさんどうも、たまちゃんどうも、はじめまして。ケイララさんこんばんは、どうも。ごめんね、YouTube の皆さん。配信のボタンを押してなかったから。チャットだけできてたんだね。そっか、そういうことね。はい、ということで、どうこれ、どうも。それで今回ね、やっぱちょっとね、もう、これがラージでちょっとお見せしたいんですけども、ラージ、これが60分足です。はい。おう、なんだこれ。クリア。これだよな。ここ行って、池の下から、池の下から池をまず上に行って、それで池ポチャだから今ね。池ポチャザブンと入って、しかもこのケルトナの下まで行ってるからね。ケルトナ、チャンネルの今度は下限の下行ってますからね、これ。で、チャンネルが下の方が、これでいくと、28,180円。で、安値が、130円。50円でしょ。だいたい50円なんですよ。帰りが。上も下も。で、50円からだいたい行ったとしても80円なんですよ。そう。だから、この60分足のケルトナチャンネルから、上でも下でも帰り幅50円以上いったら、それなりに、ね、売り買いを考えた方がいいっていうことで、結構使います、これは。はい。ただ私の場合は、今日はちょっと欲を出してしまったっていうか、この出来高棒グラフを見たときに上の方に売買枚数が、出来高枚数がすごい多かったから、もうちょっと上に行くかなと思ったんですよ。それこそだから、まあ、380円いってもおかしくないかなと思って、ちょっとね、プライスを上に動かそうかなと思って、差し値上の方を指してますけども、思ったんですけどね。ただ、その前に失速しちゃったっていう、なんという、こんな動きもあるんだ。だからまあ、欲を出さないでそのまんま素直に50円高のとこで、ね、ケルトナの上50円の高いとこだったらどこだったんだろう。ああ、330円ぐらいか。330円で売っときゃよかったかなっていうのは後付けでわかりますけども。難しいね。欲が出てしまう。その30円の差でこんなに機会を失ってしまうっていう。なるほど。コンセプト的には良かったですね。大きく取ろうとするとこういうことが起きるってことですね。50円ぐらいも離れたらもう機械的に売っちゃっていいんだよっていう。
ことなんでしょうかね。この出来高棒グラフを見なければできたのかな。よくわかんない。これが、だから、ラージになってました。ラージは、売り越しになっちゃった。158枚。で、ミニが5300枚売り越し、双方合わせて、600万円くらい売り越しになっちゃった。あらま。このまま下行っちゃうのかな。なんだ。あれ、音声聞こえない。本当？聞こえた。聞こえた。大丈夫？聞こえたり聞こえなかったりしながら。聞こえてます。あんまり大きい声出すと、うちの奥さんが、ちょっとシャガやめてよ。これでも結構マイクビンビンに高くしてますよ。テレビがちょっとうるさいね。おー、下行くね。先生。You are going down ですけど、大丈夫。ただ、この30分足のやつ見ると、ちょうどなんかこう谷間になってんだよね。知ってる？こっち行くとほら、こんなのがあるんですよ、実は。だから、こう落ちても、まあ、ねじれがあってね、ここ怪しいんだけど、こっちの方に行く可能性ってのもね、考えなきゃいけないね。これが非常に気になるんで、340円。で、例えば今日、無視してね、このまま下行ったとしても、明日、明後日とか、あるいはもう、雇用統計の日まで、つかないかもしれない。はたまた来週までつかないかもしれない。で、つかないときってなんか2週間ぐらいね、離れるときってあるんで、2週間後にやっとここにね、来るとか。いやいや、ほんと。ありますんで、それだけはわかんないんだよね。それがちょっとネックです、これは。この、ボリュームで見るやつは、上の方に薬状が溜まってるから必ずそこに戻ってくるっていうのは戻ってくるんだけども、長い時は2週間以上経ったりするっていうことです。短い時はもう1時間内。あとはまあその日のうちとかね、オーバーナイトのうちとかなんですけども、今の場合だとちょっとわかんないね。まずその、経済指標が出ないと、その結果次第でまた相場変わってくるんで、消費者信頼感指数がどうなるかなんだけど、すごいなんか高い数字だったらそのまんまこの相場はもっと下がるだろうし、結構下がってたら、信頼感指数がね、信頼感指数って結構下がってたら、つって、フェッドはそんなに利上げできないなっていう思惑から、急に買われたりなんかするかな。指標って何時ですか？11時と11時半です。見せたろうか。チェン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 、これ。これ。何これ、レッドブックって。おお、こういうのがあったの知ってる？知ってたこれ。何これ。レッドブック
大規模小売店売上高前年比8月27日週次のやつ21時5時これも出てんだ失礼しました先生実績、14.2% 高いのこれ小売高いじゃんということはダメなんだ高いから売上高高いからインフレ要因だダメだだから高かったのか見せたのかっていきなりさん関西でそうK さんにはもう関西弁でしか通用しないと思ってるからねだから次が11時です。はい。で、それが何？あ、もう出るんじゃない？ちょっと待ってよ、俺。何を見てんだ？こっちだよ、こっち。消費者信頼監視、これ。はい。もう出るよな、これな。かなりしてってんだ、これね。すごい気にしてんだ。あ、出たんだ。何？出た。早く見せろって。ごめん。どこ行っちゃった。消えた。これ。出てこない。予想がね、97.7。8月のです。8月の、まだ出てこない。ジョルツが出た。あ、出た。信頼監視数 103.2 高いです。やばい。103.2 信頼監視数高いです。103.2 高い。97.7 が予想。ジョルツ求人、11.239 これも高い。予想が 10.45 先生、高いです、これ。どうすんの？一旦下にガツンと下行ったけど、クソ。ちょっと待って。あれ？マウスは動かない。ごめんな。おい。動け。ここ、下の結局雲に当たって反発。これを見るともうね、ミニの売りがもう下の方すっごい薄いから、ついてこない、これ、売りが。まあ、信頼関数、強いんだけども、高いんだけど、数字が。まあ、これだったら別に、そんなに、フェッドのあれを揺るがすほどの数字じゃないってこと？電池入れ替えときは、電池？何の？あ、これマウスか？そうだね。ちょっと待って。それよりも熱くなってる。これ見えるかな、皆さん。下にガクンといったんだけども、全然ね、商いがめちゃくちゃ薄商いです、下の方。ラージもそう。まあ100枚台とかそんな感じなんだけどね。だから、ちょっと反発している。まあ、イベントが終わったみたいな感じ。
from 65.6. So all across the board, good numbers. And one of the things that goes into this index is people's appraisals of the job market. They do think that jobs are a little less plentiful right now than they were, but they expect an increase in jobs and incomes over the next 6 months. So people are feeling a lot better about the economy at the moment. JOLTS job openings, very interesting, go up to 11,239,000. They were at 11 million. This is a revised number. They were at 11 million. 新規の仕事だよね。上がってんだよ、これ。景気はいいのは確かなんだよ。ね。景気はいいのは確かなんだけども、それだとフェッドがそれこそ動き出すんで、金利を上げていく方向なので、やっぱりちょっと神経質してなってんだけども、だから他の意見を聞くと、だから景気がいいから別にいいじゃないかっていう。景気がいいから別に株その売らなくてもいいっていう人もいるんですよね。まあ、そうなんだ。マウス大丈夫よ。これ下の、ちょっとマウスのマットを使ってないからです。使ってるテーブルが狭いんで、ダウンラスは下げ反応しているから日経後から連安になるんですかね。わかんないね、日経は。ここのボリュームがさ、こっちの方に多いんで、下じゃなくて。まあでも、トータルの出来高を見ると、このミニはもう8300枚に売り越したから、まあ800枚だよな。ラージに直して。で、ラージが1000枚だから、だから1900枚か、売り越しになってます。はい。そうすると、乗り来るね。ウォータースライダー。まあ、これを見たらそうだよな。完璧なウォータースライディングだな。ね。ここから上に行って下かなと思ったの。ちょっと手前で行ったからね。でもちゃんとケルトナーが見せてくれるじゃん。50円上で行った。ここで売るべきだ。本当。いけ関数。本当だ。いけスルーしましたか、先生。いけスルーですか。これはすごいな。いけスルー。Oh my God.ちょっと待ってください。ECB の利上げがサイズ的な影響を与える可能性もあります。ECB はだから75ベースポイントでしょ。考えてんだよね。急に売られるって何なの？ I think you have a couple reasons why the markets had been trying to push the Fed around. One is that the old saying that Ronald Reagan had about trust but verify, they want to know that the Fed is actually going to follow through. So it may take some time for the markets to adjust if the Fed actually raises rates to the fact that they are actually raising rates. They heard what he said, but they want some proof. And there are actually some people saying that, well, he didn't rule out specifically lowering rates in 2023, so maybe we'll trade on that. It's also low volume right now with a lot of people who are at the beach waiting for Labor Day, and then of course we're waiting for that jobs report on Friday and the CPI report on the 13th, and that's really going to make a difference in what the markets think.
Yeah, it's hard to hear, isn't it, Alex? People on the beach waiting for Labor Day, and here in the UK, still coming back from their vacations, extended weekend breaks after yesterday's bank holiday. Jess, I want to ask you about some of the implications of what we're hearing from the Fed, this honesty about what it means when we see stocks fall. We know what that does to financial conditions, and we know that the Fed wants to see those financial conditions a little bit tighter. Does that take us as far as to think, though, that there is the opposite of a Fed put? This idea used to go around the markets that the Fed would, have the stock markets back if it fell too much. But now we don't take it so far as to argue the reverse of that, do we? Right, and especially because the whole argument about whether or not we would potentially see a Fed pivot. In prior cases when we've seen V-bottom since the housing crisis, this isn't that type of situation. This is definitely a longer-term type environment. And Bespoke Investment Group actually had a note recently that pointed out how many times we saw 5% rallies or more during the dot-com bubble or during the housing crisis. And both times were about a dozen times. So investors don't really expect to see markets just continue to go up and up and up. They expect it to see this type of choppiness that we have been seeing. And we are in a midterm election year, which causes a lot of weakness seasonality. We're about to go into September, which is historically the weakest month of the year for the stock market. So there's a lot of hurdles the market's coming up against. But looking back toward yesterday, there was some resiliency from where the market actually closed compared to where pre-market action was happening. So that's really important, especially looking at where the S&P 500 is trading, staying above that 50-day moving average, especially as long as the S&P 500 is below that 200-day moving average, it's still going to be really volatile in the fall. So I just want to open some headlines that we're getting. This is from the Ministry of National Defense for Taiwan, talking about the Taiwan military is firing shots to fend off civilian drones. They detect civilian drones near offshore islands. And I'm just looking at the S&P down by 0.6%. And I guess what I'm trying to understand is just how conviction in any kind of move that we have seen to the upside. It's my way of also asking about positioning. Like, are the shorts already in the market? Doesn't take a lot then to see short covering, or is there a lot more room to put on some puts for the S&P, for example? Right. So Bank of America actually released their client flows data today, and it really looks back towards what was happening yesterday. And so last week, clients sold equities for the second consecutive week, and outflows were actually led by hedge funds. And hedge funds, looking at some separate data from Goldman Sachs Industry, was more looking at how hedge funds had been ramping up their bets last quarter to the highest since the start of the pandemic. And that's really due to昨日からの反発がすごい強かったよな。もうちょっと下行くかなと思ったんですけど、これが何 ?1 時間足。これが1時間足なんだけども、下スルーしてますね。池貫通ですよ、先生。まあでもトレンドライン的にはここで終わりそうですけど。Especially, as I say, end of August, live volume. これはすごいな。 All right, guys, thanks a lot. Really appreciate it. I just mentioned from Bloomberg and Michael McKee. これでちょっと very much. All right, coming up, it's more of our question of the day. Why is the Fed fighting the tape? We're going to put that question to Catherine Avery of Catherine Avery Investment next. And as we head to break, あ、やっぱこのチャンネルのこの青いところのバンドね。ここはやっぱり売りだったんですね。で、この赤い帯の下まで行っちゃってるから、ちょっとあんまりあれですね。良くないですね、これ。1時間足。ごめん。At Bloomberg, we believe in the power of ideas. なるほど。 That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. わすごいなこれ。5000万円ぐらい買って5万枚か。買えないよこんなんじゃ。まあでもさ、逆らっちゃいけないって言ってたじゃん、フェッドに。まあそういうことだよ。
売れない。ここから反発するんだよ。ほら、ちょっと。いいか。ちょっと待ってな。This is not a normal Where do we Jackson click Hole. up? Our expert team is there. Michael McKee, Jackson Hole, Wyoming. What is your baseline? First with news. We will keep at it until we're confident the job is done. First with names. Inflation is too high, and we're going to do what we need to do. Sooner is better, as far as I'm concerned. First with analysis. The Fed has to be harsher than expected. Central bank mea culpa. You may well これで see も more unemployment. I don't う、think this is a 一 time 回 to 戻ったら declare もう売りでいいのかな。 When it comes to ね。 the Fed, Bloomberg has you covered first. いや、でも、ここは気になったんだよね。もう戻んないか。テイさん、そんなもんだよね。今日は往復ビンタです。方向性当たってる時に限って枚数少ない。そっかー。これ強いですね。そもそもでもさ、日経がここまでさ、今日ね、結構なんか、じりじり高だったじゃん。あれは何なのっていう。female-owned firm with $107 million in assets under management. Catherine, I love the Kashkari conversation because he basically said what we all think and know anyways, that the Fed does watch the equity market to some extent when it comes to policy. Is the Fed ignoring the markets or is the markets ignoring the Fed? 欲を持っちゃいけないってことだな、これな。They were pretty crystal clear on Friday, saying that they are going to raise the rates and their mission is to tame またミスったわ。コンセプト的には合ってたんだけどな。だって踏まれるのが嫌だから。まあそれもあるけど。これはすごいな。28,000また割れんかね。割れそう。このままだと割れそうだね。And the big question moving forward is how do investors operate in this sort of an environment? これをだからちょっと待ってよ。60% にしようか。何これ。なんかあれだね。なんかもうナイフで刺されたみたいな感じだねこれ。殺人犯が殺人を見てみたいな感じでこれなんか事件が起きたみたいな感じでこれぐさーっと入ってるのこれやばいし先生。ただちょっとねこのケルトナーが下に行き過ぎてるのは確かなんで、ちょっとそれでもまあしょうがないんで、デイリーで見ようか。1日だし。1日で見ると、まだでもね、雲の全然上なんだよな。でしょ？こっから何ここまで行っちゃおうかな。それはないか。日足で見ると、日足の直近の雲どこが一番近いかっていうと、この平べったいところなんだけど、そうすると、26,880円とか。
almost like a depression type attitude. But 違うで consumers しょ are feeling pretty good that they 890円ぐらいか can get more. 900 and 円 they ぐらい can か put food on the table. 26,900 円少なくとも Not the prices that they would like to, but they can survive. うん Can I ask you about, we're just dealing そこまで行くの with some headlines that were crossing around geopolitics, この陰線の動きからしたらなんかそれっぽいよな。違う。殺されてますわ。平さん大丈夫。すぐさまあれをヒョウ柄の服着て猛獣みたいにアタックしてください。何言ってんの。そうだね、ナイフで血が流れてるみたいな感じやな。さっきの。ちょっとね、なんかホラー映画っぽくなってましたね。これでしょ？これで。やばいな、これ。やばいな、これ。先生。おっかないけど。でもこんなに動いちゃうと、売りっていうかなんかこっから踏まれるリスクもあるよね。わかる？明日起きたらさ、なんかビンビンになんかさ、こう上がってってなんかさ。そんなことないか。あ、そっか。明日あれだもんね。なんだっけ。But we do like the healthcare sectors. We like financials. We like energy. We like healthcare because it's possibly the best risk-free reward for investors. We're looking at companies with strong cash flows. Companies who have the ability to grow their earnings. We like the energy sector for that strong cash flow growth as well, and because we feel that there's a supply shortage that we're going to be faced with. And also financials. You know, financials do well in higher interest rate environments. As the interest rates continue to go up, the net interest margins on these companies looks a lot better. These companies are trading at about a 10 times 2022 earnings estimates, 50% discount to their 5-year valuation levels. So we would focus on the yield, we would focus on growth, and we focus on quality. Companies with above average dividend yields, 2% or better. Companies who can grow their earnings. Quality companies, quality balance sheets, cash flow rich, great management, and the ability to grow those dividends. おー、ひげ。下のひげ？そうだね。下のひげが出ればね。ただ、これが枚数が多いじゃん。これがうかつだったな。We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. でもそもそもね、300円台まで行くってのもすごかったなと思ったんですけど。な、そんなに強いのって思ったら、そんなことはないみたいな感じ。これね、気をつけなければいけないのが、だからやっぱり、冷やしの、何回も言いますが、薄いから、薄いんでどっちにも行きやすいんだけども、下に行ってる時の薄い、雲になってるから、下に行きやすいんだよ、今度は。ね。あーって感じですけど。そうですかっていう。Alright。どうなんだよ、これ。ちょっと反発してんだけど。そんなことないか。
と待ってね。どうなっちゃうのこれ。あ、これか。4941。まあね。なんかあれか、下に行きそうかも。ね。ぐんぐん行くね、これ。ニューヨークが弱いのか。あっち見ようか。S&P。カモンカモン。ES。これは何？現物かな？ CME。違うじゃん。現物見よう。How many of its users were spam or robot accounts? Twitter calls the Musk letter invalid. And that is your latest business flash. これがね、ウィークリーか。ウィークリー。ウィークリーはもう、下行っちゃってるね、これね。Mandeep, help us understand the latest twists and turns in this saga. So my understanding, Musk で still says that Twitter, デイリー。 well, this time 冷やし。 in terms of hacker defenses and 冷やしを見るとでも、まあ、この雲の間、ここまで来ちゃうのかね。今日の一日かけて。4時間足は失速でしょ。ああ。4時間足は、まだ、貫通してなかったんね。雲、4時間足は。これからなのか。これか、ここで止まるかどっちかだね。でもこのまんまだと、やっぱり消費者信頼感指数はね、ね、なんだっけ。予想よりもなんかちょっと、おいおいおいって感じの。いや予想がさ、97.7 がさ、103.2 ですからね、先生。ジョルツの求人が 10.45 に対して 11.23 ですからね。これ、だからやっぱりあれでしょう。パウエルがなんか、だから言ったじゃないかみたいな感じで出てきそうだし、これは売りだーってなっちゃうわな、これな。で、今日が、そうか、水曜日、あ、そうか、そうか、月末ね。だから、月末4位でもって、買いじゃなくて、8月ぐらいは、だからさ、8月ってさ、微妙なんだよ。8月っていうのは、こっから行ってこうだから、やられてんのか、8月は。ね。でもっとやられる前に売っちゃうっていうのが明日来るかもしれないな。そうでしょ。Well, this is my point, is that if a judge forces him to buy Twitter when he clearly does not want it, and then as you say, we'll kind of take any opportunity to say that, これ影響あるかな。欧州連合 EU はロシア天然ガスパイプラインの数字を仮想停止することについて懸念を示している。そうね、これ前から言ってたやつね、永久に飛べるんじゃないかっていう、それはもうめちゃくちゃあると思いますよ、それ。全然めちゃくちゃあると思いますよ、それ。しかも、ね、もう9月に入りますからね。9月にヨーロッパって言ったことあります。9月の、前半だっけ。レーバーデーの時に、アイルランドに行ったことあるんですけど、昔。そしたらね、寒かったわ。
9月のね、9月の最初の3日か4日か忘れちゃったけど、確かレーバーデーで、風がビンビン吹いて、夜とか寒かったです。アイルランド。寒いからね、もう。それを考えたらさ、ガス欠になるわけでしょ、これで。ねえ、だから、大変なことになりますよ、これ。明日リバランスか。そっか。リバランスだから、リバランスがあるってことは、少し買われるの。日本は買われるだろうがマイナス。ややこしいんですよね。ややこしいんだ、それ。まあしかし今日に関してはどうなんだろう、これね。これはもうでも、こっちがラージだけど、ちょっとまとまってあるからね。上のこの会話もうあれかな、解消しちゃったかな、したいってね。今度はもう躊躇なしだな、ケルトナ。日本はプラス 1.5 億。そっか。レーバーデー、そうだね。月曜日レーバーデーで、そこで正式的にアメリカの夏休みが終わるんですよ。で、大半の人が帰ってくる。その月曜の後ね。で、その時に、みんな集まるから、まあ、レーバーデーでもう会社にね、集まるんで、そこでいろいろミーティングとかあって、それでファンドマネージャーとかが、そこから持ってる株を調整したりするらしいんですよ。だからレーバーデー後に相場が結構変わりやすいっていうのはそういうとこらしいですよ。まあ結局夏休みが終わって帰ってくるから、そういうのもあって、ちょっとねポジション調整っていう意味で相場が変わるという感じです。はい。でそれ今回あるでしょうね。こんなに動いてますから。アメリカ株ちょっと買いが入った。We did get some super solid data out from JOLTS as well as consumer confidence. So Abigail Doolittle is tracking some of those moves for us in the equity market. Well, we do have a bit of a risk-off tone at this point, Alex, and it is an extension, a three-day sell-off that started from last Friday with that hawkish tone from the Fed or the realization that there is no pivot. So we have the S&P 500 down about 0.6% over the last 3 days. 5%. So we're really losing some ground relative to what stock loans might want to have happen. With that VIX back above 26. ラージが1300枚売り越し、ミニが1万1000、つまり1100、合わせて2400枚ほど。2400枚の売り越しです。もうダメ。ナイトセッションで2000枚はね、そこそこ売ってますよって感じですよ。リーマンショックもレーバーで開けたら、そうなの？そうだった？ほら、もう大変だな。そもそも、なんかね、悲観的に思う人は
どういう人、そのマーケットはもっと落ちるって言ってる人が結構いるんだけど、そういう人は何を考えてるかというと、世界が変わったっていうことをよく言ってるんですけども、結局は生産にしても中国で安いものを生産して自分の国に持ってきて販売するというその構図がもうなくなっている。なぜなくなっているかというと、もちろんロックダウンで中国が動いてないというのもあるんだけども、中国とアメリカの仲がすごい悪い。悪いんで、その部品とかも製品とかを中国で製造するその企業が嫌がってくる。政治的な問題が出てくる。でしょ？そうすると、安いものが手に入らなくなるのと、それで今はインフレ要因が高いでしょ？ね。それと、あとはね、気候変動しすぎるって。気候変動によって干ばつとか多いでしょ？で、そういうのも妨げになると、物資の供給とかがスムーズにいかない。そう。だからそういうのもあって、地政学的リスクがあって、気候変動があって、戦争があって、コロナがあって、それで、それを取りまとめているのがインフレなので、このインフレが、なかなか消えないんではないか。だからひたすらフェッドはインフレを抑制するためにひたすら利上げをしていくと。で、利上げをどんどんしていってる間に人の生活がもっともっと厳しくなっておかしくなっちゃうっていう。で、プライベートエクイティにかなりお金が入ってるんだけども、そのお金がもう全然回らないから、プライベートエクイティ全部キャンセルみたいなことになると、それに出資している銀行が危ういとかね。それに出資しているヘッジファンドも危ういとかね。なんかいろんなことが、歯車が外れるような感じで起きる。で、それが起きると、クラッシュが近いんじゃないかっていうことを言ってる人がいる。だから2007年、2008年のそのリーマンショック自体のね、チャートこの前に見せましたけども、皆さんに。それに似てるわけですよ。ね。そもそも29,000円は高いよね。今の頃言う。そうだね。こうやってプライスを見るとね、高いわな。ただそこ行った時に、29,000円行った時にさ、もうこれ3万円いくよ、みたいな。ね、そういう人も多かった気がするんだけど。これもうもう3万円いきますね、みたいな感じで。みんな本当に適当なこと言って。なんかもう急に目覚めたように動くね、相場って。なんか、だったら、月曜日からリバウンドしないでほしいんですけど。本当に。そのまま素直に下に行けばいいんですけど。違う。リバウンド しちゃダメです、みたいな。でもなんかね、ガクッと下がった時に買うと、リバウンドされて儲ける人が多いんだって。それを狙ってる人がすごい多いんで、なかなか株は下がらないって言ってた人もいました。で、それを感づいてるっていうか、分かっている CTA も仕掛け的に買ったりしてね、買いを誘って、みたいなことやってると思いますよ。これはもうあれですよ。これはもう売り仕掛けですよね。だからもう、リバウンドして買った人たちの
ポジションをなんかこう、今度は売り仕掛けで追い詰めてるみたいな、そんな感じじゃないでしょうか。米国現物保有してます？いや、してません。してません。なんだっけな。CFD 売ってます。3週間前にチャート見せたでしょう。週足の。これはやばいっつってたやつ。これでいいか。ほら、ちょっともう一回見てみましょうか、このチャート。面白いんですよ。これがだから、ごちゃごちゃしてるんで、これ消して、これだけ見ると、今この形なんですよ。ね。この雲が下から上にガーッと来て、ここでねじれて、今度は新しく右肩下がりの雲が紫色に出てきてるでしょ。で今こうチャートがこう下にどん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 ね。すごいでしょ、この雲に入ってもダメで出てきて、こう下に行ってるから。で、しかもこのトレンドラインがさ、うまーくこの上手に引けるんですよ、こうやって。で、この角もちょうど雲に当たるんで、いいラインなんですよね、これね。で、これ謎の売りシグナル。売りが出て、ちょっと相場行ったんだけど、結局跳ね返されて下行ってるから、なかなかいいインディケーションになってます。今日も年金が入ってるところの話がありました。年金が売り入ってるのってこと？月末だからね。成績良くしたいからね、売られる前に売りたいよな。異常値のツイートがありましたね。9月16日の S&P383 のプット。あ、そう。みんなよく見てますね、先生。私以上に研究熱心で感心してます。またこの、何バブルだっけ、あれは。バブルじゃないか。まあ、もともとサブプライムローンだったね、あれね。2007年。リーマンショックっていうのは、これに似てるんですよ。さっきの形が。でしょ？あれもだから2007年、2008年。2008年の初期か。同じような大体形になってるじゃないですか。こうね、雲があって、こうなってて、その下でガクッと下がって、近づくんだけどまた下がってみたいな。で、この場合は一回こう真ん中にまた大きく戻すんだけども、今回はもう一回もうここで戻って跳ね返されたから、今回だからね、これに匹敵する。これに匹敵するんですよ、実は。はい。そうすると、ここからここ行って、こっちのリバウンドが一番多かったんでね。で、そこからの下落だから、かなり下行くらしいですよ、これ、今回だから。そうすると、9月はもうずっと下がりっぱなしの可能性が出てくるな。で、どっかで反発して、意外と今の値段に戻る可能性も出てくる。これが2007年の動きで、その前がですね、IT バブルですね。これも似てるんですよ、なんか。ほら。これもこういう形でしょ。で、売りシグナルが出るでしょ。で、これもほら、雲についてないんだけど、すごい近いとこまで行っ
で、その後すごい失速してるでしょ、これ。これが今回起きる可能性っていうのは高いんだよ。おー、そうか。わざとらしいね。いや、本当に。あ、それ新しい発見だな。雲に近づいて跳ね返されたチャートはそのまんまものすごい失速するんだってこと。ね。2001年に起きて、2008年に起きて、で、今回。ちょっと待ってよ。写真撮っとこう。スペースの皆様、ご想像していただければいいと思いますが、後でYouTube 見てくださいね。こうでしょ？マウスが動かねえ。テイさん、電池買ってきてよ。今。なんでテイさんにそんなこと頼むんだって。すまん。これも、写真撮ろうか。OK。で、これを、今のチャートに戻します。OK。それでもプライムの出来高2兆5000億そうね、JPX 入れ替えがあり5400万円引きでできてました。ああ、そうなんだ。知らんかったの、それも。よっしゃ、行ってくるわ。よくわかんない。これがだから、ちょっと待ってな。これが今回の動きで、ごめん。結構相場下がってますけどね。これ今はこれ見てもしょうがないもんな、これこんなに下がったら。そうでもない。いや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 。ちょっとね、比べましょうよ、これ。面白いね。これがだから、今回ね。で、これが2007年、2008年の時ね。で、ちょっとずれてんだよね。今回が雲に当たって下行ってんだけども、その前に売りシグナル出てる。で、前回も売りシグナル出て、ほら、こう、リバウンドしてんだよね。リバウンドこっちもしてる。前回も。だけど、この雲に一番近いとこで行って失速するんだけど、その失速はもうダーッといっちゃう。どれぐらい行ってんだろう、これ。週だと、1、2、3、4、5、6、7、8、2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい下がりっぱなしになる。おっかねえじゃないの、それ。これもそんな感じになるのかな。いやー。だけどこんな感じだとそうなるな。ね、これがだから2007年の、ね、動きだったでしょ。で、次、2000年の動き、これ、IT バブル。IT バブルってやっぱりすごいね、この乱高下が。で、これは、実はその、雲に何回か入ってんだよね。何回か入って出たり入ったりして、で、しかも、
何回かトライして、それでも入れなかった時期があって、最後に、ここだね。これも結局、売りインジケーターが出て、下に下がって、リバウンドして、リバウンドしたんだけど、雲に行かれなくて、そこから失速。ね。同じなんだよ。そうすると、ここからだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。これもだいたい2ヶ月ぐらい下がってるんです。じゃあ今回もそれぐらい下がるってことという仮説ができるんですけど。信じるか信じないかは信じてください。なんだそれ。私の新しいキャッチフレーズです。これ都市伝説のさ、あの人好きなんだ、喋り方。ミスター関。最近やってないけどやってんの？また見たいんだけど、ミスター関の都市伝説。ね、あの人の説明でやってみると、これ、来たよね。これ2000年の動きね。これ見たでしょ？ね。次がさ、Okay, so if you look at the year, Q4 is次 a がさ、 significant portion of our sales これが、 and kind of it's a あ、 gifting こっちが brand when we get into the Christmas period. 2007 So 年の動 we き。 have a 見て、これ。 natural kind of こう progression なってるでしょ？ of EBIT being a ね。 little bit lower in the ね。 first three こうなってるで quarters しょ？ and then to それ make で a 今 jump 年、 towards the fourth 見 quarter. て、 So こ if れ。 kind of the forecast これでし that ょ？ we 来たでし are ょ？ working ね。 on 来たでしょ？ holds true, then the guidance こうやって喋 will るんだよね、 work それ。 out the way we ね。 have 言ったでしょ？ suggested. だか So ら、 say 来たよ a ね。 margin 分かってるよね、 of みんなも。 around とか言って 25 to 25.5%. あの喋り方 And が then すごい if 好 you き look なん at だ the よ。input costs, we have う a ん。 major いい input ね。 cost to Pandora is silver. What's happening when interest rates go up, silver price typically goes down. So therefore you could say, well, we should get とっくに手 benefit 放 of した that. よって。 However, we have a 12-month rolling hedge, 信じ so てく we ださい。 avoid そう。 these kind of 信 jumps じる、 up and 信じる down か with 信じな spot いか price. So coming into the 信 back じて half くだ of さい。 next year, you can actually get a tailwind. That's kind of one major factor for us. Then from a freight standpoint, I mean, our ああ、 products are も small, don't weigh a lot. We う、 air こ freight こま them. で来ちゃったら So もう言う actually こ it's とな not い a よ、先生。 major, ね。 major impact. So こ from っ an からリバ input とかあんま考 standpoint, えない方がいい we're よ、これね。 relatively in a これ good 言っちゃった感 position. じだもんね。Okay, can I ask you about China, Alexander? I know that's not a huge part of your business right now, but you これだ wanted と it さ、 to be bigger. あ、ちょっと待っ You て。 had to delay a 先生、 brand's relaunch because of あっ challenges ち、 in China. What are you seeing トピッ in クス、 China? When do you expect that ト relaunch ピックス to の take ハムレット place? 君、忘れちゃいけない So よ。 China used to be roughly 10% of our business. Now お it's ー。 around 4 to 5% of the business. あ、 And of かろう course, じ it's て。 very difficult trading conditions with this policy that the ト Chinese ピックス government is の、 enforcing with the zero ハムレ tolerance. ット君 But は what that does for us, we're 1946 kind で of in the す。 situation that we're 言っ looking て to ないじ do ゃん、まだ。 a relaunch of the brand is that お we ー。 need to kind of understand that the conditions are somewhat stable. So, そうす so る it's と difficult 話が to また put ちょっ a と lot of 違ってく money るな、 in, こ and れ。 then all of a sudden a city like Shanghai with 25 million people shuts from one day to the other. So what we need to do is to, at least もうさての understand ぐ that らい there's a 9 bit 月 more 中旬 stability まで in the に market ニューヨー before ク we then 難聴理由 put these ね。 plans to work. 足元実質金利も上昇しているのに、本来それに連動している PR を So 低下 far, not してな really, い。 to be うん。 honest. 中間選挙 When 年 you の look at that 9 then in 月 terms の of the 株価 COVID パフォーマンス、 policy, and then if we could 最 pivot も back 悪い。 here to そう the ね。 US for a moment, are you noticing the type of consumer 需要 that's 経済 coming と to you? We talked a lot 経 about 済 the 統 middle, 計 upper, and lower 発 income 表、 consumer, 重 and then 要 how they're 経 spending. 済 That middle 統 income 計 consumer 発 kind 表 of と retrenching. FOMC What are 街 you の中。 noticing? 株価水準アノマ Well, リーを if we look at the average 9 customer that 月 comes 相 to 場下 Pandora 落 stores, すると想 specifically in 定 the US, だってさ、 we なん have かさ、 actually a ア slightly ノマリ higher なん than だっけ average category customer coming to the Pandora 50% stores. の、フィ And ボ of ナ course, ッ last year, all these チを cohorts 回復したら increased さ、そこを回 when 復した stimulus らもう checks 二度と、 came. And what we've seen, な let's ん say だっけ、 sequentially 二番 coming 底は into ないっ this ていう year, アノマ that リがあ these るって。 cohorts have slowly started ハ kind ムレ of ット君とは何 to ですか？ seep ハ out a ム little レ bit. ッ So we ト can 君 see と that the はです traffic ね、across all cohorts essentially have gone from じ being ゃ a あ quite 説明し positive ます space と、 last year into somewhat of a negative space this year. So that's what we're seeing. じゃあね、トピックスの累積出来高棒グラフってやつを
お見せします。これがトピックスになるんですけども、時間は一体何時？23時52分。まあいいや。おお、出てきた。はい。これが累積出来高棒グラフで、トピックスが9月の先物になって、今までの棒グラフです。出来高棒グラフ。はい。それで、一番約定が多いとこ、私は色付けをしました。水色になってます。その水色、プライスを見ると、1946。この1946というのが、このトピックスの9月切りが取引されてから一番トレードされている約定の多い価格です。で、通称ハムレット君というふうに、あだ名をつけてるんですけども、要するに、シェイクスピアの悲劇だよね、あれは。生きるか死ぬか、それが問題だっていうセリフがあるんですけども、相場にもそういうのがあると思って、そこは売りか買いか、それが問題であると。要するに、この一番約定トレードあったところっていうのは、売りと買いがものすごい交互したところで、それで約定枚数が増えたと思ってるんですね。だから、ここを中心に、この約定が一番多いところ、この価格より上だと強気、下だと弱気というふうに考えることができるんです。で、しかもその相場が、どっちかにブレるんですけども、だからこれ高いときはロングの人は、勝ってるから、ロングの人は別にそれでいいんですけど、ショートの人がですね、まだ損切ってない場合がある。で、今回みたいにこうやって相場が下がってくると、ショート持ってる人はそのまま持ってもっと下がるんじゃないかっていうふうに期待をするわけですね。しかもお金持ってる人はもっと近いところでもっと売ってくるとかっていうのはあると思いますし、特にトピックスっていうのは、客中の玉が多いんですよ。日経よりも。だからね、結構重要だと思ってまして、一応このトピックスのこの、1946より相場が上なんで、最悪じゃないんだけども、これを割るとちょっとややこしくなってくる。2番待ちます。だから、私が、ハムレット君っていうと、その先物が一番多くトレードされた、約定の一番多かった価格のことを示しています。いちいちそうやって説明するのもあれだから、あだ名でハムレット君っていうふうに言ってます。売りか買いか、それが問題だって、本当は生きるか死ぬか、それが問題だって言うんですよね。なんだっけあれ。父親の仇かなんか撃つんだっけ。で、後に来た父親を殺しちゃうんだっけ。で、それでなんかすごい悩むんだよね。なんかそういう話ですよ。Yeah, and if you're looking for signs that the Fed is succeeding in weighing down on aggregate demand, then maybe you look for the jobs market to respond of that short term jobs number to come back, and that just hasn't happened. And so これが円安になるとまたね、ちょっと違ってくんだっけ。日経は本当は強くなってもおかしくないってことか。
around the top of the last hour, and that also seemed to take the edge off, even if the nature of that drone activity is not entirely clear. それはそれでまた違うんだよな。多分ね。Stocks here in Europe as well. We can see the stock 600 is firmly in the red now. We've given up on our earlier enthusiasm. We were firmly in the green earlier on today. Down by だからこれがトピックスで、the euro also was gaining earlier in the day as we had some. It was the day. It was a turn of the hawks. Yesterday we heard こ from. こが一番トレードが多かったところだから、今ここでしょ。まだ上だから、トピックスは結構ね、下げしぶるっていうかね、ちょっと強いのかな。そうすると、それなりになんか日経も下げしぶるかなと思ってますけど、違うかな。NT 倍率がどうなるかで、また変わってくるんでしょうけども。あららららら。こんなとこまで来ちゃってますけど、先生。あ、これトピックスか。うん。でも1946なんてさ、なんかすぐいっちゃいそうだね、これね。どうなんだろう。あ、でもなんか、ちょっと下げしぶってね。ヒゲありますよ、ヒゲ。計算好きのヒゲが。これがでも1時間しか。これ、ヒゲつけて、上行く？どうだろうね。まあ、そこそこ。あれしたか。28,000の攻防になってるんだね。28,000をキープできるかどうかっていうとこか。28,000下はやっぱりちょっと買われてるっていうか、これピンクだからね、これ赤とかピンクとか、ね、ビットを叩いてる人たちが多いってことでしょこれ。投げてるでしょこれ。まあ、でもそれが一巡したら上行くって。なるほどね。そんな感じになってんのかなこれ。動くね、しかし。少し買い戻しが入ってるか。明日リバランスがあるんだったら、それなりにあれか、買いが入ってくるか。ね。おなんか強くなったらいきなり。急に動くからねえ。びっくりしたな、これ。It's Tuesday, the 30th of August. The countdown to the close starts right now. ああ、ヨーロッパのあれか、引けだからか。The countdown is on in Europe. This is Bloomberg Markets European Close with European Close. and Alex Steele. ヨーロッパの引けってなんかね、アメリカちょっと変わるんだよね。よくわかんない。なんだろう。ポジションあれか。売ってる人があれか、買い戻すのか。あ、止まっちゃった。みんな大丈夫かな？こういう時に止まるんだよね。大丈夫か？おう。
disruption to supply. There are concerns about disruption in supply in Libya, but it seems Iran looking more calm in the oil sense than had been feared. And as a result, the price drops a little bit. And Alex, I mentioned this a little earlier on, the UK 10-year yield. We've seen some movement here, and in fact, across the curve as the market continues to rethink and reprice where we go. And hawkish messages seem to be landing in terms of the Bank of England narrative, and that has been pushing yields a little higher for the UK story, at least today, Alex. Yeah, and I feel like also there's a little bit of catch-up to be played in the gilt market after yesterday when it was closed, and we had a nice sell-off in the bond market. Here, it's a similar story. We are off the lows of the session, but we are still below the 200-day move, 50-day, I should say, moving out. また止まっちゃった。12時過ぎてしまいました。ということで、そろそろですかね。どれぐらい聞いてるのこれ。そんなに聞いてないか。66人ぐらい。あ、やべえ、海外のあれやってるわ。この方なんですよね。マーク・ニューマン。Can you handle the truth? このジョージ・ノベルさんっていう人がホストでやってるんですけども、もともとフィデリティのファンドマネージャーで、この人も日本、80年代後半で日本の株をずっと買ってた人なんです。バブルの時。それでバブル崩壊をそのマイケル・ブレンキンさんっていう人のレポートを読んで、それで日本株を売ろうっていう話になったんだけども、フィデリティって投資だから売っても儲けるファンドじゃないんだよね。だから、そのジョージさんという人はフィデリティをやめて自分でヘッジファンドを作ったとこで日本の株をショートした。だから買いと売りをうまくやった人なんだね。ジョージさんという人で、その人がその昔一緒に働いてた人たちみんな集めて、だからみんな日本のバブルを知ってるわけです。で、その人たちを集めてスペースを始めて、今度はアメリカ株が危ないってことを言ってんだね。で、いろんなそうやってスペースを設けて、ゲストを入れて話してるんだけど、で、それを元に私はいろいろ聞いていますんで。ヨーロッパの日はまた30分から、そうか。月末、水曜アノマ、そっか。月末で水曜アノマか。なるほど。ただ、リバランスがあるからどうなんだろうね。リバランスだから、朝がちょっと強くて、引きにかけてガーッといるのか。でも、ナイトセッションがなんかやばそうだな。ね。海外。そういうのを考えちゃうとちょっとわからなくなっちゃう。ということで、ちょっとね、海外のスペースちょっと気になってるからちょっとそっちの方聞きたいんで。じゃあ、今日はこれまで。ね、10時半からずっとやってますんで。長い間お付き合いしていただきましても ありがとうございます。この辺で失礼いたします。途中でジョインした人申し訳ない。10時半からずっとやってますんで。ごめんね。クイナさんがどうもありがとう。吉代さんどうもありがとうございます。シロカさんどうもありがとうございます。投資家さんどうもありがとう。元気なんですかこれ。元気うなぎさん。いいね。元気うなぎ。電気うなぎじゃなくて元気うなぎね。なるほど。わかった。
リアさんどうもありがとうございます。ということで、スペースの皆様、ちょっと、マイクをミュートにして、フェードアウトします。イエーイ。モンさんどうもありがとう。バイバイ。お、28,000ちょうどですよ。ジュンさんありがとうございました。どうも。ありがとうございます。お疲れ様です、皆さん。Certain countries will have to reduce more. So, for example, in Germany, the reduction will have to be in the order of 25% of gas demand. But that is possible. We are already seeing today a lot of substitution happening in the industry, for example, in Germany, which is something that shows that we can reduce our gas demand temporarily using other fuels as well. So, I think this is very important. If we manage the situation in an orderly manner and good policies are put in place, we can get through the winter also without Russian gas. In the meantime, though, as prices stay volatile, etc., there are, quote, emergency measures being discussed by EU leaders to decouple electricity prices versus actual energy prices. I just want to get a little nerdy for a second. Do you help me understand how prices are actually set in Europe and what the problem is? Because Spain and Portugal seem to be much more successful at managing this. So, the way the electricity price is set in Europe is called the marginal pricing system, which basically entails that there is a merit order. So you have a different fuel into the electricity generation mix, nuclear, renewables, coal, etc. And the price of electricity is set for all of them by the last unit that is utilized to meet the peak demand. So, for example, as it was known at the time to Japan, was broking Japanese equities. I was running a hedge fund in the early 90s, investing in Japan. So he'd be on the receiving end of a lot of my orders and calls and complaints. So he's been in the hot seat. But despite it all, our friendship has endured, if not thrived. We were out of touch for a good while, but Mark is in the States, came back, was at Merrill Lynch for a good while on the domestic side. And most recently was at Baycrest before setting off on his own to launch his orphan ETF. So, Mark, I don't know. I probably left out a few salient points there, so I don't know how you want to add to that, where you're coming from, and maybe explain to people what your idea is and what the orphan fund is. And you can riff on that for a while, and then we'll get a dialogue going as well as this. So welcome, Mark. Good to see you. Thanks. Glad to be here. Thanks for everyone. I just want to take a second. Last Friday, my 14-year-old said, "Dad, come play golf with me." So I was listening to the space, and obviously started around the first hole when I was listening, and went through, like George said, from Thornton to Roque, Bianco, Belkin, Jim Chanos. I mean, it was one after the other. It was like the cleanup hitter kept coming and coming,